いや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 、またヤバげなアイテムが着弾しましたよ。ハズブロマーベルレジェンドのアイアンフィストとルーク・ケイジの2パックセットの紹介です。これも楽しみに待っていた。後ろカバーとかっこいいな。アイアンフィストの方は最近のやつかな。ハート・オブ・ザ・ドラゴンだったか。でこの2人ヒーローズ・フォー・ハイヤーっていうヒーローチーム会社を結成していて、2人ともめっちゃ仲良しなんで、このセットは嬉しすぎる。一緒に発売されたのは記憶が確かならデフェンダーズ4パックセット、それ以来ですね。でね、何が嬉しいかって、このアイアンフィストとルーク・ケイジともに叫び顔が付属するんですね。特にカールのルーク・ケイジの叫び顔、個人的に待望だったんでね。すいません、ちょっと楽しすぎて前置き長くなった。では開けていくぜ。よし、どんな感じでしょうかね。覗く限りね、ウィンドウボックスからデッキの方半端じゃなさそうなんで、さあ出てこい。よし、かっこいいな。じゃあまずダニーの方から見ていこう。出てこい、ダニエル・ランド。よいしょよいしょよいしょ。かっこいいな。ではルーク・ケイジ、カールの方から、かっけー。よしよし、ではね、中身の方を取り出していきたいと思います。まずはダニエル・ランドアイアンフィストから見ていこう。顔というか特徴的なバンダナマスク、デジタルプリントですね。目の部分はズレとかなく、口の部分もしっかり造形塗装されていますね。後ろの結び目は別パーツでこのように動きますね。いや、めちゃくちゃかっこいいわこれ。そしてこちらが叫び顔。これが素晴らしい出来で、口内までしっかり造形塗装されていまして、アイアンフィストの叫び顔は確かトイビズ時代まで遡るのかな。カラーは赤色でバトルダメージみたいな感じでバンダナ破れて髪の毛が飛び出していたような記憶がある。そん時確か叫び顔だったような気がするんですけど、食いしばり顔だったかな、どっちかな、失念しましたけど、とにかくそれ以来の別表情、叫び顔じゃないですかね。いや、何にせよね、めちゃくちゃかっこいいです。本当に素晴らしい。デザイン的には初期の頃のやつですね。大きく開いた胸や特徴的な大きな襟、そして丈が短めのズボン。ゲームのマーベル VS カプコン3でこのいでたちで登場していましたね。さっきも言ったこの大きい特徴的な襟、軟質パーツでコミックをしっかりと再現している。でこの胸のマーク、このアイアンフィストというキャラクターをすごく端折って説明すると、中の人はダニエル・ランドという青年で、とある事件によって山で遭難し家族を失い自身も死にかけるんですけど、その時にクンルンっていう伝説の町にたどり着くんですね。そこでカンフーの修行をしたくましく成長した彼は不死の竜シャオラオをも倒すほどになるんですけども、このマークはそのシャオラオが宿ったものですね。綺麗にプリントされていますね。で腰の帯はこれ別パーツなんですけど、この部分で見えますかね、接着されているのでずれたりしないですね。で素体の方は膝ともにピンレスで最新のやつですね。バランスもいい、めちゃくちゃかっこいいです。可動範囲はマーベルレジェンドなんでめちゃくちゃ動けますよ。頭部後ろへはこうで、うつむきがここまでできて、ぐるりと一周回ってこのように傾き取れて、肩および腕はバタフライ機構があってこれぐらい動いて、横へはここまでいけてぐるりと一周回って、二の腕バイセプスあって、肘がここまで曲がり、手首はこのような可動で、胴体の方接続箇所は胸と腰ですね。胸がボールジョイント、それを踏まえて後ろへはこうで、前はここまでいけて、胸の部分でこのように傾き取れます。で股関節に引き出し機構が少しだけ
ありますね。これぐらいあります。で前というかこれもぐるりと一周できますね。股割りはここまでいけて、ももにロール、膝が二重でここまでね、ズボンの切れ目でこのように可動できて、足首後ろはこうで前はこうでつま先あって傾き取れて接地性も抜群。手首パーツはもともとついている握り手と手刀と形が違う開き手がそれぞれ左右分、そして拳につける炎のエフェクトパーツが2つ。では次にカール・ルーカス、ルーク・ケイジ見ていきましょう。私はねルーク・ケイジ大好きなんでバイアスかかって見てしまうとは思うんですが、どちゃくそかっこいい。これもやばい出来ですね。アイアンフィストとは変わってモダンなコスチュームとは言っても、このいでたちになってから結構経つんでモダンとは言い難いか。今手元にある他のマーベルレジェンドのルーク・ケイジと並べるとこうで、こちらは少し前に発売されたクラシックコスチュームのルーク・ケイジで、これが結構前に発売されたやつですね。こうやって並べてみると体格的にはミドルクラスのマーベルレジェンドになるのかな。ごっつくていい感じ。 T シャツとジーンズというシンプルないでたちなんですが、このスタイル、このカラーリングこそルーク・ケイジ。各部造形塗装が素晴らしくて、ジーンズの方も少し薄い箇所があったりして地味なんですが、見栄えが非常にいいですね。ベルトのバックル部分にはケイジの文字、ブーツ裏もしっかりと造形されていますね。かっこよすぎる。でですね、今回のこの素材、ちょっと嬉しい誤算がありまして、こちらはですね、少し前に発売されたマーベルレジェンドのバイクセットとのフランク・キャッスル、パニッシャーなんですけども、これのね一部流用かなと最初思ったんですよ。この T シャツとか似通ってるんでね。なんですけど、こうやって並べてみると全く違いますね。流用箇所一つもないように見えますね。足の太さとか全然違いますもんね。これは嬉しい誤算でしたね。ということはこの素体、現時点では最新のものなんでしょうかね。自分は今まで見たことがありませんね。とにかくバランスが素晴らしくて、もうかっこいいの言葉しか出てこないんですよ、マジで。この顔よ、めちゃくちゃかっこいい、素晴らしすぎるデジタルプリントですね。ひげの部分とか綺麗に造形されていますね。でですね、またこいつを引っ張り出してきて並べてみるとこうで、正直こっちのいかつい方も好みではあるんですけども、ルークは普段優しいキャラクターなので、これぐらいのいかつさがちょうどいいかな。出来そのものもぶっちぎりでいいんでね。こちらは叫び顔。これを長年待ってたよ。かっこよすぎるぜ。もう歯とか口内しっかり造形されていて、特に塗装の方が素晴らしいですね。普段ルーク・ケイジは兄貴肌ですごく優しいキャラクターなんですが、いざ戦闘になると鬼神のようになってめっちゃ怖くてめっちゃ強い、そんな場面を再現した頭部パーツになりますね。何回も言うんですけど、これがずっと欲しかった。てか何なんだこのフィギュアたちは、素晴らしすぎるだろうが本当に。もう可動範囲、まずは頭部、上へはこうで下へはここまででぐるりと回って傾きぐりぐり取れて、肩の方はバタフライ機構があってこれぐらい可動しますね。横へはここまでいけてぐるりと回って、二の腕バイセップスがあってぐるりと回り、肘がここまでいけて手首はこのような可動で、胴体の方はこのお腹と腰ですね。後ろへはこうで前はここまでいけてぐるりと回って、ボールジョイントなんで傾きとかは取れないですね。股関節に引き出し機構はなしですね。前はここまでいけて後ろへはここまでかな。で股割りはここまでできて、ももにロール、膝二重でここまでいけて、足首後ろへはここまでで
前はここまででつま先はなしですね。このように傾き取れて接地性もあります。頭部以外の付属パーツは手首パーツ2種類だけで、この左手何かを持ち手ですね、何かの持ち手と、で右手の握り拳にブラスナックルが造形されていて、ルークの文字が入っています。左の握り手にもブラスナックル造形されていて、こちらはケイジの文字、2つ並べるとルーク・ケイジ。というか君武器なんていらんでしょうっていう体なんですけども、コミックのカバーアートにもなっていたので、これはこれで嬉しいですね。欲を言えば普通の握り手欲しかったかな。サイズ比較、フィギュアツ仮面ライダー真骨頂新1号とマーベルレジェンドアイアンスパイダーマンコミックバージョン、そしてこちらは先に発売されたマーベルレジェンドのデアデビル、それと並べてみるとこんな感じで、おー、圧巻ですな。でも一人足りない。ドラマ版からの逆輸入ディフェンダーズ結成するためにジェシカ・ジョーンズお願いしますよ。カールもそうだそうだと言っています。はい、では終わります。今回もありがとう。バイビー。